こんにちは、ホーズライフです。思えばここ数年、私の毎日に減らすという選択肢が増えてきたような気がしています。増やすのではなく減らしてみる。続けていくうちに面白い変化が起こっていることに気づきました。減らしたはずなのになぜか前より増えているもの、そんな話をしてみたいと思います。家事や休憩のお供にのんびりお付き合いいただけたら嬉しいです。減らしたら増えたもの、一つ目。ストックを減らしたら安心が増えた。これは予備のものですね。今までストックがどのぐらい必要かってあんまり考えたことがなくて、あればあるほどなんとなく安心かなってそのくらいに思ってました。安いものを見つけたら大量買いをしていたので、引き出しがストックだらけ。だけどこのストック減らしてみました。なんというか実験みたいな感じですね。ストックの最小限ってどのラインなんだろうっていう単なる好奇心。やってみて分かったんですが、ストックを減らすにはコツがあることを知りました。まず先に仕分けをすること。なくなったら本当に困るものと、数日なくてもなんとかなるもの。トイレットペーパーはストックがないと困るけど、ごまとかケチャップとかそういうものは数日なくてもどうにかなる。どうにかなる方はストックを持たない。そんなルールを作ってみました。収納にかなりの空きが出たっていう変化ももちろんあったんですけど、減らしたはずなのにちゃんとある、なぜかある感覚が増えました。以前もちゃんと管理しているつもりだったんですけれど、あれってまだあったっけとか、この予備買ったような買ってないようなとか、曖昧な記憶に振り回されてました。だけどストックを減らしてからは、トイレットペーパーある、洗剤もある、よし大丈夫って家の中がちゃんと循環してる。管理もシンプル。安心ってたくさん持つことではなくて、これがあれば大丈夫って自分の中に基準を持てていることなのかもしれません。減らしたら増えたもの、2つ目。買い出しを減らしたら隙間が増えた。これなんとなくそうだろうなって思いますよね。買い出しを減らした分時間が空いた。ですがこれ実際に体感してみたら想像以上だったなって感じています。前まで3日に1回くらいのペースでスーパーに行ってました。なくなったら買う。気づいたら私って毎日財布を開いているなぁなんて、そんなことを思う時もありました。それが最近は行く日行く回数を減らしまして、食料品は週に1回、日用品は月に1回。もともと買い物は嫌いじゃないので、買い物の回数に不満があるっていうわけでは全然なかったんですが、行く回数を減らしてみたら、あれ今日まだ終わってないじゃんって得をした気分になる日がぐんと増えまして、あのドラマ1話分見れるとか、今日はゆっくりお風呂に入れるなとか、計算をしてみたところ週に3時間このボーナスタイムが増えていました。誰にも予定を決められない自由に選べる時間。予定が一つなくなるだけで一日の形が変わるんだなって、なんだか充実感を感じる夜が増えた気がします。
道具を減らしたら私流が増えた。定期的に捨て活をしている我が家ですが、その中でも何度も見直したのがキッチンです。キッチンって細々としたもの多いですよね。単純に物の個数で言ったら家の中で一番多いかもしれません。しかも便利そうなものを見つけるとつい買い足したくなってしまう。そうやって物をどんどん増やしてきましたが、思い切りました。使っていないものはすべて手放す。減らしていくうちに私自身にある変化が起こっていました。あれもこれも欲しいではなくて、他のもので代用できないかなとか、これってそもそも必要なのかなとか、どうにか買わずに済ませる、そんな方法を探すようになってました。例えばミトン、以前はオーブン用として2つくらい持っていたんですけど、今はもうないです。これ布巾でもいけるんじゃないって試してみたところ、いけました。布を厚めに持てば熱々の天板でも意外と熱くならない。洗いやすくて清潔も保てるし、かなり気に入っております。それからポテトのマッシャー、これも手放しました。我が家考えたらそんなに大量に作るわけではないので、フォークで十分でした。兼用といえば掃除用洗剤の兼用、これ取り入れてよかったです。場所ごとにいくつも洗剤を持っていたんですけど、なかなか使い切れなかったり、気づいたらボトル自体がギトギトになっていて触るの嫌だなって思ったり、今はこの4つに絞りました。こういうのってナチュラル洗剤って聞いたことがあったので、優しく汚れを落とすのかなって思ってたんですが、名前に騙されてましたね。思っていたよりずっとパワフルです。物を選ぶとき、誰かの正解みたいなものを手繰り寄せてきた気がするんですが、それが自分にとって快適かどうか、自分の暮らしぶりに馴染んでいるのか、そんな感覚を育てていくのも悪くないななんて思っています。減らしたら増えたもの4つ目。外食を減らしたら特別が増えた。いやー、私美味しいものを食べている時が一番幸せなんですよね。なので正直外食を減らすのは抵抗がありました。だけど節約を始めまして、外食の頻度を無視できなくなってしまった。もともとは週1から週3、いやそれ以上外食してたんですけど、今は月に 1,2 回までに減らしました。減らしてみてどうだったかというと、もう最初のうちは口寂しくて仕方がなかったです。ラーメン食べたいって突然思いついちゃったり、今日は自炊するぞって決めていながら頭の中がピザだらけだったり。だけど慣れてきましたね。今は案外ストレスなく過ごせています。外食を減らしてみたらイベント感が増えた。せっかくだから美味しいお店に行こうって気合が入るし、どこで何食べるって調べて予約する時間、なんだか遠足気分です。誰かが作ってくれる料理のありがたみ、美味しさがちゃんと感動として受け取れている気がします。
特別が特別であり続けること、難しいんだなって思いました。近づきすぎて見えなくなっているもの、きっとあるんでしょうね。できることなら外食はこれからもずっと特別でいてほしいです。生活感を減らしたら情景が増えた。物を減らす話、今までたくさんさせてもらったんですが、実は生活感のある情景嫌いじゃないです。人がちゃんと暮らしている感じ、そこに生きている感じなんですが、我が家では生活感を減らしてみることにしました。リモコン、雑誌、ティッシュ、積み上がった郵便物にあちこち伸びていたコードも、正直途中まで生活感なくしたら寂しくなっちゃいそうだなって思ってました。だけど当時の私に言ってあげたい。余白を怖がらなくて大丈夫。もともとの物量が多かったので、今でも物が多い方かもしれません。だけど当初から8割減らした今、寂しくはないし、物足りなさも感じてません。むしろ新しく生まれた余白から受け取れるものが増えた。窓を開けるとカーテンが息をし始めること、光が季節と一緒に床を歩いているということ、朝と夜では匂いと音が違うこと、そこにあったはずなのに気づかなかったことがたくさん見えてきました。増やすことで生まれる豊かさもあるけれど、減らすことによる贅沢さみたいなものもある気がします。薄まりつつあった五感が戻ってきたような、そんな感覚でしょうか。服を減らしたら境界線が増えた。服って皆さんどのぐらいお持ちでしょうか。私の場合はこのクローゼット、下から上までびっしり埋まるくらい持ってました。おしゃれが好きというよりは、合わせる服がないってそう買い足していたら、気づいた頃にはぎゅうぎゅう。いつ買ったのか覚えていない服がたくさんありました。100着以上あった洋服を今は20着程度まで減らしました。いやー、これ一筋縄ではいかなかったです。着てないから手放そうってそう単純には割り切れなくて、これ高かったんだよなとか、また着るかもしれないしってもう未練たらったらでした。だけどゆっくりですけど、ああじゃないこうじゃないって考えながら服と向き合ったこと、後から考えるとこの時間が宝物だったなって思います。残すか手放すか、ただ服と向き合っているつもりだったんですけれど、どの服が私らしいかなとか、私ってどんな自分になりたいんだろうなんて、自分自身に矢印が向くようになっていた。確実に変わったのは服の選び方です。服を選ぶとき、それが流行かどうかも無難であるかどうかも私には関係なくなりました。
私が私でいられそうか、この服を着た自分を好きになれるか。いつだってみんなの平均、みんなの真ん中がいいってそう思ってたんですよね。だけど今は自分の居場所を探し始めている。それで初めて気づきました。本当はみんなの平均じゃなくて、ちゃんと自分を生きたかったんだなって。ただ服を減らしただけなんですけど、思っていたより壮大なものを掘り起こしたかもしれません。いつかを減らしたら今が増えた。いつか痩せたら、いつかお金が貯まったら、いつか時間ができたら。そういえば10年前も同じことを言っていた気がします。うすうす気づき始めたんですが、待っているだけではいつかはなかなかやってきてくれない。私自身今年で40歳になります。まだまだずっと先の話だと思っていたんですが、心は20歳なんて言いながら時はどんどん過ぎて倍の年を重ねていました。いろいろな経験はしてきた気がするけれど、なんとなくいつかの前で立ち止まっている自分もいるような気がします。これでいいのかなって考えることが増えました。時間もお金も体力もいろんな制約がある中で全部をやりきろうなんて難しい話だと思います。でもいつかではなく、今日できそうなことを見つけてみる。そんな風に年を重ねたいなって思うようになりました。部屋をホテルのように整えたいなら、引き出しを一つだけ開けてみる。会いたい人がいるなら、まずはメールでメッセージを送ってみる。気になっていた習い事があるなら、体験レッスンを予約してみる。ちなみに私のいつかはいろいろな国の暮らしをこの目で見ることです。現地の方がどんな朝ごはんを食べているのか、どんな価値観を大切にして毎日過ごしているのか、そんな景色をいつか皆さんと一緒に見れたらいいなって思ったりしています。でもなかなか海外に行くって難しい。長い間いつかって思っていたんですけれど、図書館で旅の本を借りてみることにしました。なんとなく遠くにあったいつかと細い線でつながったような、今がちゃんと動いてる、そんな気がしました。20年後を振り返った時、あの日から始まってたのかなって、そう思えるような日を積み重ねていけるとしたら、今という時間がより生き生きとしたものになる気がします。減らして空いた場所ってそのままにならないんですね。時間や感覚、それから新しい自分、なんだか予想外に増えていく。これが面白いなと思いました。インスタもやっています。よかったらぜひそちらも遊びにいらしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。